何やらすごいウミウシが見つかる。ポケモンっぽい。ピカチュウとシェイミ。精霊さんだ。ゲットしたい。かわいい。緑色の部分も体なのか？ブルードラゴンも大概だがこれもすごいな。やっぱウミウシってエイリアンだわ。あいつら自分の遺伝子で遊びすぎだろ。アルラウネ的な。ちょっと何がどうなってんのかわからん。ウミウシすごすぎわロタ。ようよくそうウミウシほんとかわいい。ピカチュウのパチモンみたいな模様。さすがに食えそうにないな。何かかわいい。これは飼ってみたい。葉緑体を持つ動物かよ。無敵じゃねえか。パンダツのウミウシもかわいい。ウミウシだけの写真集ってないのかな。そこそこ需要あると思うんだけど。いや普通にあるから。世界の美しいウミウシ。ダイビングのガイドやってたけどウミウシ専門で撮ってるやつって春先めちゃくちゃ冷たい海の中で1個体にじっと10分くらい粘るわけ。死ぬほど寒いから勘弁してほしい。ウミウシさん、頭部を切断しても頭から体が生えてくるやべえ生物だった。トグロアニヤン。無限に食えるやん。ワイかな？人間も改造すればできるようにならんのか？うまいから OK。なんで心臓なくなっても生きてんだよ。非常用の心臓があるんちゃうか。ピッコロさんの先祖やね。伸びたり縮んだり。あれにしか見えないウミウシが発見される。想像してたのと違ってはロタ。新婚さんがこれ見て驚いたってどこかで読んだけどフェイクじゃなかったのか。まあ、いやらしい形。本当にいやらしい。ちょっと、このウミウシ痴漢です。パカッと。タヌキの金丸マは、見てるとものすごく不安になるのは俺だけ？子供の頃に永遠とか無限の宇宙とか考えて眠れなかった頃のことを思い出す。ウミウシの画像見てると、心臓ドキドキしてくる。なんで？それが恋だよ。恋なら仕方ないな。綺麗、喜び。なんか海の牛っぽいな。よし、こいつをウミウシと呼ぼう。深海魚なんて目じゃねえよなこいつら。全部柄が違うんだね。需要ないのか。めっちゃ綺麗だな。紫身のウミウシ、ああ不思議不思議。大瀬崎で身のウミウシ見たことあるぜ。ずっと本物のウミウシ見たかったから出会えた時は感激したよ。ああいいですね。生ウミウシ可愛かった？いやー可愛かったね動きとろいから、よく見ないと藻類だと勘違いしてスルーしそうになるね。ラベンダーウミウシ、名前からして綺麗、好き。渚のつゆ、美味しそう、甘い。エスカルゴみたいな感じ？マジレスするとめちゃくそまずいやめとけよ。ノウメアラボートイ、かわいいかろう。パンダツのウミウシ、ああ可愛かろう可愛かろう。意外と可愛い。ヒラカメガイ、クリオネタンもいいけど、ヒラカメガイタンもいいよ。みぞれウミウシ、ああもだえるほどに可愛かろうよ。魔法使えそう。縦肥大棒ウミウシ、アメリカの玩具っぽいわら。ダンズミのウミウシ、女子のアクセサリーっぽい。角ひだみのウミウシ、ウミウシ界の羊。モンスターファームに出てそう。テントウミウシ、知らない間に腕にくっついてたら腰抜けか水ボイボ感恐怖。ブルーイレドーリスレムニスカータ、勘はいいなぁ。ベタにこいつだな。青ウミウシ。青みのウミウシ。こいつがウミウシだったなんて初見では信じられなかった。青みのウミウシ担当は付き合えるよね。わかるわ。トレニアウミウシ、女子力高い確信。こんなの日本の海にもいるの？シュノーケルだけで見つけられるかな？結構いるみたい。海外の方が多いけど。
ウミウシって実は想像してるよりずっと小さくてびっくりする。わかる。図鑑見てるときはアメフラシぐらい大きいのかと思ってたけど、実際かなり小さかった。こいつかわいいな。ゴマフビロウドウミウシだろうか？ウミウシは似たの多くてわからないな。勉強不足。自分もググって可愛いの見つけただけだから詳しくないけど、ゴマフビロウドウミウシで合ってるみたい。こんなの天使と変わらんですよ怒り。ウミウシの和名ふざけすぎわろた。いちごジャムウミウシ、イチゴミルクウミウシ。インディアンミノウミウシ。インターネットウミウシ。コンペイトウミウシ、霜降り亀さんウミウシ。白ウサギウミウシ。つぶつぶウミウシ。てんてんウミウシ、トゲトゲウミウシ。ニーニーミノウミウシ。猫舌ウミウシ。星屑ウミウシ、精神崩壊しそうになるなこの名前。むしろつけた人間の精神崩壊しとるやろ。間違い探し作れそうだな。結構真剣に悩んだやんけ。インターネットと霜降り亀さんググってみたけど確かにインターネットと霜降り亀さんだった。インターネットウミウシ。霜降り亀さんウミウシ。なんかそんな風に見えてくるのが腹立つよな。ニーニーミノってなんだよ。深く考えたら負けやで。今ググってきたら沖縄の22お兄さんが発見したから22ミノウミウシだということらしい。マジかよそんな由来だったのか。かわいいな。ニーニーミノウミウシ名前意味不明で可愛すぎてほんわかしてしまう。ちなみにボブさんウミウシも発見者のボブ・ボーランド氏の名前に由来。なんでウミウシの名前に継承をつけたのかはわからんが、霜降り亀さんなんてなぜ亀に継承をつけたんだろうか。そして確かに霜降りで亀さんなのがまた。色違いにいちいち学名なんかつけるから。でも色違いがその色としか交配しないなら一つの種だからね。猫舌ウミウシってやっぱり熱いの苦手なのかな。海の生き物だから全部熱いの苦手やろ。おそらく表面がザラザラした見た目なのかと。ザラザラにものすごい納得してしまった。ウミウシ観察してたら結構命名者の気持ちに近づけるからね。まともなのってミカドウミウシくらい。まともなのは結構多いよ。赤点色ウミウシとか。綺麗なんだけど何かを思い出しそうになるなと思ってしばらく考えたんだが近所の和菓子屋で売ってた、淡雪感の乗っかった白あんの羊羹だ。君が買った透明感がそっくり。お菓子に見えるのはよくわかる。そんなあなたにキス時間点ウミウシの画像もあげよう。これは完全に柚子琥珀。もう白あんと柚子琥珀にしか見えない。インターネットウミウシは確かトリビアの泉で知った。ウミウシってなんか心惹かれるよね。ウミウシそのものが謎の多い生き物で、日本でも注目され始めたのが80年代からだかんね。かっこいい。ウミウシとかアメフラシは平気なのにナメクジとかカタツムリは苦手。なぜなのか。水中生活してるのは体にそこまで水気を留めておかなくていいからナメクジカタツムリみたいにネバネバヌルヌルしてないからとか、あと舐め方は色が地味。納得だわ。あとはああいうのが陸地にいることが消せないというのもあるのかも。生物の神秘ウミウシが光合成をする謎。藻類を食べて葉緑体、遺伝子取り込んでいた？ウミウシって光合成できるんか。俺も光合成できたら、ボケーっと光浴びてたらいいのかな？すげえ。何か完全生物って感じがする。太陽パクパク。ドラクエ2では嫌な敵だった。ウミウシ5匹。ウミウシが仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか？ウミウシってよく知らなかったので画像検索をしてみたら、なんともまあ派手な色の方々が多いこと。
あんなに目立ったら敵に簡単に捕食されてしまうと思うがな。なお、検索した画像の中でふざけたのがあったので紹介する。くそ。文章の前半と画像のギャップ。ウニの寿命はロタ。こいつらどうなってんの？環境次第で200年。2週間とか予想してすれ開いたら麻薬ではロタ。そんなわけなかろウニ。それを食う人間って罪深くね200年を食らうのだぜ。現代の俺らが口にしているウニを江戸時代の人間が食ってもおかしくなかったと。ちょっと前にめっちゃ長生きの貝をうっかり殺しちゃったっていうのなかった？あったな。なんかほんとしょうもないことで死なせちゃったような気がする。507歳の貝の年齢を調べるために貝開けたら死亡。それだ。マジかよ、これが本当のシェルショック。実際にはたくさん貝取って標本用に殺して、それらの年齢を調べてたら507歳が紛れてたはず。最初から高齢そうなやつだけ狙って507歳を確定させたわけじゃない。カラス最長60年、オウム最長100年以上、北極クジラ最長200年。アメリカに生息するザリガニ最長175年。カラスマジ？あくまで最長だぞ、それでもヤバすぎるが。カラスは平均10年から30年らしい。いろんなもの食って寄生虫やらうようよしているだろうにその平均はすごいな。相当な運だろうな。あとは飼ってないだけでもっと生きてる猛者も絶対いるだろう。クラゲくんに関しては不老不死というより正確には、老化、寿命で死ぬことはない生物らしい。一定の大きさにまで成長イコール老化し、繁殖を終えると、いきなり若返り始め、幼体にまで戻ったところで、再び成長を始める。若返るって現実に可能なんだな。俺が生きてる間に人間で実現してほしいもんだ。俺は科学者じゃないから適当を言うが若返るというのはあくまで人間側から見た捉え方であってクラゲ的には何か違うんじゃないかなと。いやわからんけども。でかすぎるウミウシが見つかる。こんなのに出会ったら悲鳴上げる自信あるわ。すげえ。最大60センチをはるかにオーバーしてるように見えますね。見た目完全に空気抜けた浮き輪やんけ。でかすぎこらだろ。こりゃすげえ。よく食われずにここまで生き残ったな。生き物って面白いな。逆にビニール。見た目がレタスみたいなウミウシ、通称レタスウミウシ。この縮れ具合はケールとかサニーレタスじゃね？格安スーパー行くと、これをレタスと称して売ってるから気をつけて。撫でたい。丸々とフキノトウにも似てる。彼女、ウミウシだ。わい、そら海岸なんやからウミウシぐらいおるやろ。わい、うわー。ウミウシだー。綺麗な海やな。汗。当のウミウシが一番驚いてそう。これはウミウシ。朝起きたらタツノオトシゴが子供産んでたんだけど。誰の子やねん。これ半分先イカやろ。かわいい。貝干物おつまみやん。なんかうまそう。メスやったんか。オスなんだよな。タツノオトシゴは、オスが育児嚢という袋で卵を育て、治療出産する。オスが産む定期。ふっくー。これってオスが卵を産むんかと思ってたけどメスがオスに卵を見つけてオスが返してるってこの前知ったわ。せやねんそこも興奮してまうわ。これが世界最大って夢ないよな。でけえ。タッツーって魚なの？お魚さんやで。タツノオトシゴって改めて名前見るとなんか切なくなるわ。お年子の解説1、妻以外の女に産ませた子。お年だね。楽園。なんかドロッとした名前やな。謎の魚をババババババ。食いすぎやろ。欲張り3目。新手のよう。定置網だと網を絞った時に勝手に口に入っちゃうんやで。勉強になったわ。
お口がバガバなんやな。また賢くなってしまったわ。消化してないってことは捕食じゃないもんな。知識増えたわ。思ったより出てきて草。